たりほー、キャラコやで。村娘の M ちゃんやで。今回は犬夜叉&汎用の夜叉姫時系列をまとめて年表にしてみたということでですね、犬夜叉と夜叉姫の中でどのような動きがあったのか、以前の動画で言ってた犬の大将の動きも盛り込んでご紹介していきたいと思っています。それは確かに誰かにまとめてほしいと思っててん。全然わけわからへんもんな。そうなんです。どういう動きをしてたのか、何年くらいの話だったのかわからないのと、いまいち物語がわかりづらくてみんなモヤモヤしてると思ったんですね。夜叉姫のアニメが始まったことでさらにややこしくなってきたよな。2週目3週目と通しで見てからやっとだんだん分かってくるけど、頭で考えててもこんがらがっちゃいますよね。確かにどういう時系列で進んでんのかわからんくなるときあるわ。めっちゃ簡単に教えてほしいけど、それって正しい年表なん？ネットにある情報はサイトごとに意見がバラバラだったので、今一度今までの犬夜叉&夜叉姫のアニメ、原作、映画、いろいろな犬夜叉書物、設定資料集など雑誌に掲載された Q&A などの情報も確認しまして、ババンとまとめてみました。2の章始まってからこの年表を見たら役に立つかもしれません。犬夜叉夜叉姫時系列保存版ってことやな。2の章始まったらまた見に来るわ。バイバイ。M ちゃんまだ帰ったらあかん。この動画撮ってから帰って。いい流れで帰れると思ったのに。それでは早速見ていきましょう。レッツ夜叉行。今回まとめた時系列ですが、あまり細かすぎると説明しにくいのと、いつまでも終わらない動画になってしまうので、重要人物にフォーカスして紹介していきます。コアな内容だなっていうところはスルッとさらっとお勧めさせていただきますのでご了承ください。あくまでもこれからご紹介するのはキャラコによる個人的まとめのファンメイドであり、 1,2 年のズレや間違っている箇所もあるとは思います。完璧なものを公式情報ではありませんので、あらかじめご了承ください。ルールとして、カゴメが井戸でワープした時を現代の1996年の10月から12月。現代と戦国時代は500年間の移動をしているため、戦国は1496年の10月から12月。現代で1日経てば戦国でも1日経つ。アニメ夜叉姫の元号は令和で2019年だと仮定しています。紫紺の玉はだいたい500年周期。これはかなりアバウトな500年と考えられます。妖霊星は500年周期。これは470年周期とキリン先生が言ってましたが、キリン先生しか470年と言ってないので、今回は500年周期として計算しています。こういうルールでまとめています。ルール多いな。このルールを変えちゃうとガラッと年数変わっちゃうので、これに従って進めていきます。それでは古代から現代まで流れるように見ていきましょうか。こちらをご覧ください。まず紀元前、いつかは明確にはわからないんですが、ゼロが誕生します。夜叉姫に出てきた敵やな。キリン丸の姉やから、キリン丸より先に誕生してるんやな。そうなんです。何歳差かはわかりませんが、ゼロ誕生の後にキリン丸が誕生したと考えていいでしょう。こんな古くからおんねんな。キリン丸は神話時代から生きていて、お釈迦様やイエス・キリストはリアルで見たことがあるかもしれないと雑誌のインタビューに載ってたので、ここで誕生ということにさせていただきました。へー。春秋時代になると大陸から司教が渡ってきます。九鬼、頭骨、混沌、頭鉄やな。これはみょうがじいちゃんが言ってたよね。そして西暦元年が過ぎまして、いつかわからないんですが、この辺りで犬の大将が誕生します。なんでここなん？見た目的に200年以上生きた犬夜叉や殺生丸様よりも老けて見えるので、考えた結果この辺りではないかと思いました。見た目はある程度したら老けるスピードがだんだん遅くなっていくような感じするよな。妖怪は13歳くらいまでは人間と同じような成長スピードで、それからずっと若い時期が長いようなイメージがありますね。きっと老けている妖怪はかなりの年数生きてるんでしょう。
それか妖怪の中でも若作りしてたり老け顔がおったりするんかもな。可能性はありますね。はい、続けましょう。946年の頃、緑子がスコンの玉を生み出します。この時はまだ東と西を統治している大妖怪はいなかったようです。その後、犬の大将が明賀東東斎と出会った後、麒麟丸が日本へ来て犬の大将と出会い、日本の妖怪となりました。それまで麒麟丸は日本の妖怪ではなかったんやな。世界中を回って旅してたようです。1000年かそれ前後くらいの頃、西を犬の大将、東を麒麟丸が統治し始めます。これは夜叉姫の15話で陸が囲みに貴族社会が飢饉や戦で崩壊し、人間が減ってきたことで妖怪がバックしだしたから、西と東で統治する大妖怪が現れたうんぬん言うてたな。1005年には犬の大将と麒麟丸が妖霊星の破片を撃破します。この時すでに殺生丸の母御母堂様とゼロと犬の大将たち4人が顔見知り以上の関係で、犬の大将の目の前で寝れる麒麟丸やゼロの話し方からして犬の大将と麒麟兄弟は結構仲良くしてたと思われます。西と東をそれぞれ統治していこうね。仲良く半分こみたいなことなん？それは明確になってないですが、ゼロと司教の9期と混沌は天下波動を成し遂げたいと思ってたみたいやけど、麒麟丸にその気はあんまりなかったようなので、犬の大将たちと関係を大事にしていると考えていいでしょう。戦うのも大将が弱ってない時がいいって言ってたし、永遠のライバルで共に日本を統治する妖怪仲間的な感じやったんかもしれんな。お前と戦うのめっちゃ楽しいから他のやつに殺されんなよ。お前もな。っていう感じ？司教にはあいつ急敵やでって嘘ついてんのかな。このあたりも2の章で明かされるといいですね。1243年くらいで殺生丸様が誕生なされます。これは犬夜叉より53年くらい先に生まれていることが分かっているので、犬夜叉が誕生した年からの逆算になります。どういうこと？犬夜叉が人間換算15歳でカゴメと出会っていて、その200年前に生まれているので、200年割る15歳で 13.3 年で人間換算の1歳となります。殺生丸様が人間換算19歳なので、同様の計算をすると53年くらい先に生まれていることになるってことですね。そうなんや。そしてイザヨイ様と犬の大将が出会い、1274年から1281年くらいの元寇の折に映画時を超える思いで登場したメノウ丸の父ヒヨウガと犬の大将が戦い、牙で封印しています。そのヒヨウガと同じくらいにアニメオリジナルで登場したヒョウネコ族の親方様を倒しました。犬の大将が亡くなる前に思春期龍骨星と連戦していて、1296年鎌倉時代に犬の大将が亡くなり、犬夜叉が生まれています。この後、ゼロが至高の玉に願いをかけ、虹色真珠が誕生しました。その虹色真珠なんで今まで犬夜叉の話の中で噂の一つも聞かんかったんやろな。至高の玉の方が強いから、妖怪はこぞって至高の玉を狙ってて、虹色真珠にはあまり興味なかったんかなと考えられます。虹色真珠に入ってるのはゼロの揚力と至高の玉の力って言ってて、至高のかけらの方が虹色真珠より狙う価値が高かったってこと？そうなってしまいますね。赤の虹色真珠は麒麟丸が頭骨に渡したとも言ってたんで、麒麟丸が司教に授けたり隠してたりしてて気づく余地もなかったのではと思ってます。虹色真珠は奪えへんけど、かけらやったらたまたま拾えるかも。探しに行こうっとっていう可能性もあるよな。犬夜叉誕生の数年後、イザヨイ様が亡くなります。犬夜叉のストーリーに麒麟丸が登場していないため、犬の大将が亡くなった後、麒麟丸は長い眠りについたと思われます。長い眠りか。うちもいっぱい寝てみたいな。1428年には桔梗が誕生し、
1446年18歳という若さで亡くなられています。同年、犬夜叉が木に封印されています。50年後の1496年10月から12月頃ですね、犬夜叉が500年後の未来から来たカゴメと出会います。犬夜叉の最初やな。その後、四魂のかけらを探したり、敵と戦ったりしながら、犬夜叉が二代目宝泉記に黒真珠を作ってほしいと頼みに行った後、なんと陸が二代目宝泉記に黒真珠作ってほしいと頼みに行ってます。急に陸登場？計算していくとここなんですよね。その後いろいろありまして、奈落を倒します。奈落倒すまであっという間やったね。そんな短かったっけ？カゴメが秋か冬に犬夜叉と出会ってから3月くらいに倒してるんで、半年程度しか経ってないんですよね。確かにカゴメ中3で奈落倒すまでに高校入試とか中学卒業式とかあったから、奈落倒したの3月頃か。なるほど。犬夜叉のアニメオリジナルで夏の描写があったりもしましたが、それも含めてしまうとカゴメの年齢がおかしくなるので、今回はスルーさせていただきました。原作の1話で15歳の秋か冬くらいに15歳の誕生日やーって言うてたもんな。あったかそうな長袖着てて、ゆらせんで現代に戻った時はおでん食べてたしな。この時代におでんの描写は完全に冬に近かったと考えていいと思います。その後、1500年の3月に高校を卒業したカゴメが戦国時代へと次に来ます。犬夜叉完結編最終回の最後の最後やな。その半年後9月頃に根の首事件が発生。夜叉姫の第1話の話になります。さらに1ヶ月後の10月頃、陸が2代目宝泉記から黒真珠ができたと聞きます。100年かかるところを4年で作れたと言ってたので、やはり陸が作ってほしいと頼みに行ったのは犬夜叉の物語中ということになります。キリン丸寝てるのに陸はうろうろしてたんやな。そして宝泉記が犬夜叉とカゴメに黒真珠と紅を渡します。そこから4年と2ヶ月くらい経った1505年の月食の日、陸がカゴメに妖霊星のことを話します。ゼロも殺生丸に接触してきて妖霊星のことを話します。その日は凛が出産の日でトワと刹那が生まれます。殺生丸が双子を勝手に連れてってしもて生まれて間もないのに、あの行動はさすがに何しとんねんって思ったわ。この7日後、妖霊星の破片を犬夜叉と殺生丸が撃破。その後くらいにキリン丸が目覚めたり、モロハが誕生しています。モロハが生まれてすぐくらいに犬夜叉とカゴメ黒真珠閉じ込め事件が発生して、モロハは養老族の棟梁甲賀に預けられることになりました。殺生丸様華麗なるピースの時やな。同年、凛が楓の前から姿を消しています。すぐに時代樹の中に行ったのかどうかもわからんもんな。早く助けてほしいですね。4年後、1509年、トワと刹那の森の火事、生き別れ事件が起きます。トワは現代へ、刹那は半葉の里へと行きました。1513年、モロハが8歳くらいの時、甲賀から柔らぎ師匠に引き渡され弟子入りしています。ということは、モロハを8年間甲賀が育てたけど、あやめとの間に子供ができて、柔らぎに預けた可能性もあるな。ありますね。それか、単純に強くなってほしいからとか、かもしれませんね。1515年、刹那10歳くらいの時に、楓の元へ行きますが、すぐ半葉の里へと戻ります。人間の楓と半葉の刹那の方向性の違いやな。もしくは反抗期やったんかもな。次はですね、1516年、モロハが11歳くらいで孤独のるつぼにチャレンジです。同年刹那も11歳ぐらいで初暴走します。その後刹那は里を出て退治屋に入ってるので、退治屋生活も3年くらいしか経ってないですね。そして夜叉姫の物語の中心、1519年、トワ、刹那、モロハは14歳になっていて、刹那、モロハが現代へ来たり、トワを連れて戦国時代へ行ってしまったり、時代樹の精霊に意味不明な頼み事を言われたり、なんやかんやありまして、司教やキリン丸ゼロと戦い、
第24話で刹那が就寝してしまいます。刹那は天生牙で助かるんやろか。もし無理でも摂政丸様の母の元へ行って明道石使ってもらったら助かると思いますが、どういう展開で2の章が始まるのか楽しみやね。楽しみ。それからだいぶ年月が経過したら1981年にカゴメが誕生し、1996年カゴメ15歳の誕生日に500年前にタイムスリップということになります。1997年3月カゴメは中学を卒業し、2000年3月カゴメは高校を卒業します。2009年トワが1509年からタイムスリップしてきて、カゴメの弟ソータに養子として引き取られています。ソータと萌さんとの間にメイちゃんが誕生。2019年秋、トワの前に刹那とモロハが1519年からタイムスリップしてきます。トワ、刹那、モロハは戦国時代に行ってしまって、2019年の冬には妖霊星をキリンオサム先生が確認するという形になります。ごちゃごちゃになってたんやとなんとなくわかったわ。しかし、この年表では、紫紺の玉の誕生は500年周期と言われてますが、この周期を踏まえて計算すると、犬の大将が亡くなった時が鎌倉時代ではなくなってしまうことや、妖霊星の出現が470年周期である場合は、カゴメが500年前にタイムスリップした話に矛盾してしまうことなど、計算が合わなくなってしまうため、紫紺の玉の誕生周期、妖霊星の周期は500年ぐらいで、前後50年ぐらいの誤差ありということで計算しています。なるほどな。この年表もだいたいこのくらいの年数ってことやな。みょうがじいちゃんもだいたいの年数で喋らんと、176年前のことですじゃとか言われても、細かすぎって思うもんな。いろいろと気になるポイントはあるんやけど、この年表でだいたい合ってると思います。犬夜叉が奈落倒すまで半年しか経ってなかったんはびっくりしたな。あと、キリン丸謎すぎ。カゴメと犬夜叉が黒真珠に閉じ込められてから14年は経ってるから、マジでどうなってんのか心配やね。ねえ。それではご視聴ありがとうございました。バイビバイビー。ー。